はい、皆さんこんにちは。腰痛マンでございます。本日はですね、ご紹介するのはホンダのシャトルですね。これはステーションワゴンということでですね、今はもうカローラフィールダーもなくなっちゃったので、カローラツーリングとかになるのかな。で、日産はウィングロードで、ホンダはエアウェーブなどなどあったんですけども、すっかりなくなっちゃったこのちょっと小型の5ナンバーサイズのワゴンとなります。で、ベースはですね、こちらフィット3ですね。3代目のフィットがベースで、リアオーバーハングを伸ばしてワゴンに仕立てたものとなっております。先代はフィットシャトルという名前で、2代目のフィットから後ろ伸ばしたものでフィットの名前が付いてたんですけども、こちらはですね3代目ベースでフィットが取れてシャトルという独立した車種となりました。で、2022年から2023年ぐらいまで作られてたんですけども、現在はなくなってしまったということで、ちょっと惜しい車種かなというところですね。まだまだ後年式の車が中古で存在するこちらのシャトルっていうのをですね見ていきたいと思います。ではスタート。はい、フロントですね。フロントはですね、ベースはフィット3なんですけども、グリルの部分、この部分がですね、フィット3に対して追加されているという形となってまして、なんで、イメージとしてはなんかストリームとかもうちょっと大きい車のイメージっていうのを感じます。ちょっと昔のシビックにも見えたりして、なかなかいい感じのデザインじゃないでしょうか。ではサイドですね。こちら、タイヤはですね、15インチタイヤとアルミホイールとなってます。ここのラインはですね、フィット3と変わんないかなというところとなってますね。このラインの部分はフィット3と変わらないかなというところになってます。で、あとここサイドスポイラーがついてますというところですね。で、リアがですね、この辺からかな、この辺りから後ろが、ワゴンということでかなり延長されてますね。50センチぐらい延長されてるかなというところの長さとなってます。長さだけで言うとストリームとかエアウェーブとか、あとこけたジェイドと同じぐらいの長さがありますというところですね。はい、ではこちらのリアスタイルなんですけども、ベースになったフィットだとここまでテールランプはここまで来てたんですけども、こちらはですね横に広がるランプとなってて、ちょっと上級車オデッセイなど意識したというか、オデッセイなどと共通したスタイルとなっておりますね。なんでちょっと上級感を出そうとしているのかなというスタイルとなってます。はい、ということで見えますでしょうか。エンジンルームですね。こちらですね 1.5 リッターの L15A だったかなが搭載されてまして、それにですね DCT ベースのハイブリッドということで iDCD が組み合わされているということで、パッと見ハイブリッド感はないんですけども、よく見るとあるのかな。なんでパッと見はですね普通のガソリン車っぽいんですけども、 DCT 周りのところでモーターが入ってたりとか、あとはリアの方に電池があったりとかということでフルハイブリッドの車となっております。なので走行フィーリングはですね以前乗りましたフィット3ハイブリッドと変わらないとは思うんですけども、こちら8万5000キロ走ってるお車なので、その辺で何かフィーリングが違うのかなっていうところを見ていきたいと思いますね。はい、でインシュレーターはですねしっかり貼られてますね。こんな形で大きくはないか、まあまあのサイズのが貼られております。でここもですねゴムがついてて音が外に漏れないようにで配慮になっている、かつボンネット開けるときにここを持てば熱くないということで非常に良いですね。こちらですねエンジンの下ですね。これは結構なカバーが付けられてまして何にも見えないですね。横から下を覗き込んでみました。でこちらはですね不織布みたいなアンダーカバーが前面に取り付けられております。だいぶフラットなアンダーフロアとなっておりますね。でこの辺かなりお金かかっているというかコストかかった作りになっております。でフロント部分は普通のタイヤカバーとなってますね。でリアのですね不織布のカバーが貼られていて、なので後ろからの音っていうのに配慮した作りとなっております。でサスペンションはですねフロントはスタンダードなストラットとなってます。でスタビライザーがついてますということで、こちらリアですね。リアはトーションビームとなっております。こちらの車はリアオーバーハングが長いのでかなりトーションビームが遠くに見えてしまいますね。なんでちょっとタイヤの部分から覗き込みますとこんな感じのサスペンションとなっております。
こちらですね、リアサス、もうちょっと近くから見たものとなります。こんな感じでトーションビームが通っておりますね。じゃあフロントシート見ていきましょう。サイドシールはそんなに高くないかなと思います。で、座りました。シートはファブリックと合皮の組み合わせで結構ホールド感はいい感じとなってます。背中の硬さ、反発力はいいんですけど、ちょっと座面がやばいかなっていう気がします。視界はですね、今一番下、シートが一番下なんですけども、そんなに悪くないかな。ボンネットの端っこは、ボンネットの縁が見えるので左右の感覚がつかみやすいかなと思います。で、シートをリフトをしていきますと、でやるとですね、若干頭がきついかなというところと、ここにシェードがついてます。ブルーシェードがついてて、ちょっと視界にかぶってくるかなっていうところありますけども、これはこれでよりボンネットが見えるようになって左右の感覚がつかみやすくなりますね。じゃあ下ろしますか。でステアリングですが、ステアリングは結構ヌメヌメしたレザー本革巻きとなってますね。ちょっと懐かしさを感じるぐらい光沢のあるスベスベしたレザーとなってます。フィット感悪くないですね。フィットだけにシャトルですけど、はい。ではですね、左側には音楽のボリュームと送りですね。でこっちクルーズコントロール、足踏み式のサイドブレーキなので全車速追従式ではないんですけども、クルーズコントロールがついてます。でステアリングですね。でこちらはテレスコピックとチルトがしっかりついております。なので、好きなポジションに自由自在となってて非常に良いです。こちらパドルシフトがついております。結構制限があるのであんまり使わないんですけど、エンブレ使う時とかにはいいかなと思いますね。で、ペダル配置はですね、問題なしというところですね。ペダルがアルミっぽいペダルになっているので、この辺が結構質感高いかなと思います。こちらメーターとなっております。自発光式でございますね。シンプルなのか、そっけないというか、そんな感じですね。で、ステアリングスイッチで右側のモニターの方を入れ替えることができます。なんで各種設定とかいろいろ見ることができますね。エンジンとバッテリーの状況というのが見ることができます。あとこちらの物理スイッチでもモードトリップっていうのを切り替えることができますね。であとはこちらにはですね、シフトパターンが書かれておりまして、これに沿って操作をするということですが、個人的にはちょっと D が右にいて下ってはなれないなっていうところがありますね。どうしても真下に入れちゃうので、真下に入れるとローということで、ちょっと癖のあるトランスミッションというか操作系かなと思います。はい、こんな感じですね。はい、ではリアシートですね、乗り込みましょう。乗り込みはですね、フィット3同様しやすいですね。でリアシートはリアシートはですね、こちら硬くていいですね。硬めでいいです。座面シートバッグともに硬めで非常に良いですね。もうちょっとシートバッグが長ければもっと良かったかなと思いますが、フルフラットにする都合とかでこんな感じなんでしょうね。でシートの質感もですね、ファブリックと合皮でかなりいい感じの質感になってます。足元はですね、燃料タンクがあるんでちょっと上に上がってますが、靴は入るので、かつ広いのでですね、そんなに不自由しないかなという空間となっております。でシート座面の長さは47センチか。でシートの高さは40センチです。170センチの私がポジションを取った時の足元の広さは28センチということで、十分以上に広い空間となってます。であとですね、真ん中にはアームレストがついてます。カップホルダーがついてるタイプかなと思ったんですけど、完全に肘置きとなってるタイプですね。なのでクッション感は良くて、リアシートはだいぶ快適ですね、これだと。であと真ん中のシートがありまして、で真ん中のシートはここに収納されるちょっと古いタイプですね。なんでまたここにサブのバックルがあって、でこっちに入れると
意外と座れますね。ちょっとここに出っ張りはあるんですけども、そんなにここの出っ張りの上に足乗せてもいいですし、シートもですね弾力があるので、この辺腰痛持ちには結構いい感じのシートかなと思います。ちょっと頭が気になるかなというところはありますが、なかなかいい感じのシートになってます。フロントドアトリムです。でここにですね結構固めのブルーのパネルとシルバーのサテンシルバーのパネルが入っております。でここはファブリックとなってますね。でここがですねなぜかここのアームレスト部分は柔らかい素材じゃなくてハードプラとなってます。スマホが縦に入るポケットと、こちらですねドリンクホルダーとちょっとしたゴムの入れがついているというドアとなっておりますね。なぜアームレストが硬いのかっていうのが謎ですが、こういう状態です。ニコニコレンタカーさんで借りました。鍵を入れるところですね。であとはあんまり使わない、私は前が切ってるイーコンスイッチと、あと安全関係スイッチがあります。であとですねダッシュボードのここですね、この人が触る部分というか手が触れる部分についてはソフトパッドになってますね。なんでこの辺り結構質感高いかなと思います。でこちらエアコンですね。エアコンがあってフルオートエアコンになってます。でこれはですねタッチパネル式ということでフィット3と同じですね。なので、この辺でタッチして変更ということとなってます。一時期流行ったタッチ式のエアコンなんですけども、最近はボタンへの回帰が始まってますね。なんでしょう、いわゆる一つのハプティクスっていうんですかね、ああいう触感タッチっていうタッチパネルならいいんですけど、こういう本当にフィードバックのないパネルだとちょっと嫌かなというところはあります。で続いてですね、ここですね、このエアコンの下にはスマホがぴったり入るトレイがあります。あんまぴったりじゃないな、ちょっと私のスマホだと大きくて縁のところを乗る形になりますけど、もうちょっと小さいスマホであればこのへこみのところに収まるようになるかと思います。で、ここですね、ここにはシフトがございます。はい、こちらドリンクホルダーとなってまして、このようにペットボトルが2つ置けるようになっております。で深さも結構あるのでなかなかいい感じではないでしょうか。であとですね、ここ仕切りがあるんですけど、仕切りが途中でなくなってて、スマホもですねこうやって横にスポッと置ける形となっております。でここですね、アームレストがあります。多少クッション性があってよろしいかと思います。で開けるとなかなか深い物入れがありますね。でペットボトルも入りますということで、ここの列には4個ぐらいペットボトルが入りそうです。で中にはパワーアウトレットということでアクセサリーソケットが入ってますね。 USB もあるとよかったですけど、ちょっとそれはなかったです。でここにはセンターコンソールの下に物置があります。ここに USB ですね、オプションだと思うんですけど USB が出ているのとアクセサリーソケット2個目がございます。なので財布とかスマホとかここに置くのも良さそうですね。でグローブボックスですね、こんな感じで結構横に広いので説明書入れてちょっと横にスペースができますね。なかなかいろんなものを入れられそうです。はい、リアのドアですね。こちらもここにブルーの加色が入ってます。で装備としては携帯が縦に置けるポケットとドリンクホルダーがついておりますね。ここはちょっと樹脂になってますけども、十分以上の質感と装備があるのではないでしょうか。でリアのユーティリティなんですけども、こちらですね、ここにフックが1個ついております。なのでハンガーをかけたりコンビニ袋をかけたりということができますね。助手席の裏にはシートバックポケットがついております。でこちらのですねセンターコンソールの裏には何もないという状態となってます。ちょっと残念ですね。 USB などあるとなお良かったかなと思います。はい、じゃあ荷室見ていきたいと思います。はい、ということで非常に広い荷室となってますね。なのでスノーフィットよりもだいぶ広くなっております。買い物かごは、縦横
4つは置けるんじゃないでしょうかというサイズですね。で早速奥行きから測っていきましょう。あとはここまで54センチということで、ゲートの高さが低いっていうのも売りになっておりました。奥行きはテールゲートのガードの部分までが96センチですね。非常に広いですね。で幅が、タイヤの後ろの空間ですね、リアオーバーハングのへこんだ部分まで入れると147センチあります。本当か？広いな。147ですね。でここのサスペンション部分までだと一番狭いところで94センチとなってますね。で高さは84.5、85ぐらいかな、約85あります。でさらにですね、こちら見ていきたいんですけども、床下部分、ここに車載工具が入ってまして、ここに浅めですけど大きなトランク、サブトランクがあります。洗車道具とか何かしら、車検証入れてもいいかもしれないですね。などなど入れられるようになってます。はい。であとは、この辺にここにフックがついてますので、何かしら引っ掛けて物を固定するということもできます。ここもですね、このボードは引っかかるようなへこみがありますので、オプションなどで取り付けるということも可能ですね。であとこちらですね、でやるとですね、カゴというかなんというか、収納が出てきます。すいません、名前忘れちゃいましたけど、収納が出てきます。でマックス3キロまでということで、何かしらいろいろ置けるようになってます。で、これ底がですね、結構合皮みたいな底になってるので、ちょっと抵抗があって物入れても滑りにくいようになってますね。でさすがワゴンタイプということでギミックがいろいろあります。では倒したいと思います。リアシートはこんな感じでフルフラットになりますね。フルフラットで非常に大きな荷室が出てきました。やっぱこの辺もワゴンですね。でこの時の奥行きが173ということで、私の身長以上にございますというところです。で斜めの奥行きがラゲッジボードの端のところまでで、この四角い領域の端までで取りますと197ということで、NBA の選手も、バスケットボール選手も積み込めるぐらいの奥行きがございます。でセンタータンクレイアウトなのでですね、燃料タンクがフロントシートの下にありますので、こちら無理なくフルフラットにできるということで、フィットのプラットフォームとこちらのワゴンっていうのは相性がいいのかなと思いますね。ということで、全然これだと車中泊できますね。これだと170センチの私で全然寝られるので、2人並んで車中泊できそうなサイズとなってます。これはいいですね。フロントシートを思いっきり前に出したりせずともフルフラットできますので、これは非常に良いですね。はい、という荷室でした。で戻しましょうかね。で、こちらですね、フィットのお箱であるシートのチップアップもできます。なのでこの辺広いですね。このマットの掃除も楽ですね。これだけシートが上がってくれると。というわけで非常に良いです。で戻す時はロック外して、あとは重力に任せるだけとなってます。はい、ではスモール、ロービーム、ハイビーム、フォグランプ、ハザード、スモール、
ブレーキ、ハザード、バックランプ、以上。はい、ただいま一般道でございますね。まずですね、乗り心地なんですけども、乗り心地は結構ダイレクトだなというところがあります。なんで路面の段差に対して敏感に反応しますねというところですね。なんでストロークの短い足がバンバン跳ねるような感じかなと思いました。かといって、そんなに上下に振られてやだ、ガツンガツン来るっていうことはないんですけども、他のメーカーの車に比べると衝撃が結構リニアに来るなというふうに思いました。で、あとはこれハイブリッドなんですけども、坂道はですね、非常にスムーズに登ってくれますね。ただ今、メーター見るとエンジンのみか。なんでこれは1.5 リッターのエンジンのパワーということですかね。で、アクセルオフにすると、で、エンジンもオフになりますね。で、ゆっくり発進すると、クリープで、モーターのみのクリープで走ってくれます。で、すぐエンジンになるというところですね。この辺り、なんかショックがあったりとか、つなぎ目を感じたりってことはなくて、よくできてると思います。で、加速のピックアップもスムーズということでなかなかいいのではないでしょうか。で、ロードノイズなんですけど、まあまあかな。ロードノイズはまあまあ静かですね。なので入ってくるのはエンジン音、こういうエンジン音だったり、あとはうねりとか段差に当たった時のボンボンっていう音が入ってくるかなというところですね。エンジンの音は他が静かなだけに目立つかなというところです。前回りからの音が、前席に座っていると結構あるかなということで、後ろからの音っていうのは物理的に遠いということもありますし、不織布張ってるっていうこともあって静かなのかなと思います。で、フロアからの音も下からの音ですね。ザーとかゴーとかいう音も控えめなので、こちらもなかなか抑えられてるのかなと思います。で、ブレーキなんですけども、ブレーキはかなりかっちり効きますね。遊びがほとんどなくて短い踏みしろでギュッと効く感じですね。結構なんかスポーティーな感じです。慣れてないとカックンブレーキになりやすいかなというフィーリングですね。なんでちょっと前の EV、あそこまで硬くはないですけど、それに近いフィーリングとなってますね。じゃあ狭い道行ってみますかね。5ナンバーサイズなので、そこまで緊張はしますね。ワンモーションフォルムなのでですね、ボンネットの端は見えるけども、左前がよくわからんというところはちょっとありますが、なのでこれですね、横をするというよりも、ホイールすりそうだなというので、ちょっと慣れるまで注意が必要そうです。こういう道の歩道の縁石の部分にうっかり寄せすぎて、ホイール当てそうだなっていうような感覚ですね。はい。では、いつもの山坂道上りにやってまいりました。パワーは全然余裕ですね。どっから踏んでもパワーが出てくる感じで非常にいいですね。カーブもよく曲がりますね。ロールはそれなりにしますね。
物が右に左に結構行ったり来たりしてますが、ロールはしますと。あとは踏み込んだ時になんか加速感と変速感が合わない、なんというかこういうとこですね。踏み込んで若干遅れるかなっていうところがあります。まあ上りでこれだけパワーがあればあんま文句言うんじゃないよっていうところなんですけど、でまあよく曲がりますし、フロントがよく切れるので、あんまり他の車に比べてそんなにスタイリング切らなくても曲がっていくので、この辺ちょっと慣れが必要かなという感じですね。はい、山坂道の下りです。カーブはよく曲がるっちゃ曲がるんですけど、フロントがすごいよく入っていくなーって、まあステアリングの最初の方ですごい切れるので、フロントがすごい曲がっていくんですけど、なんかリアが引っ張られるというか、なんかあんまついてこない感じがしますので、若干怖いなーっていうところがございます。ここで前半分まではすごいキビッとカーブに入っていくんですけど、リアはそんな感じでもないので、若干アンバランスかなというところがあって、まあ形からしてそうなんですが、ワゴンで結構背も高いのでそうなんですけど、あんまりこうガンガン攻めるタイプではないかなという感じですね。でロールもやはり下りなので、こういうところで外側が思いっきり沈むなーっていうところですね。やっぱステアリングの味付けが結構癖があるなーって思いますね。これは好きな人嫌いな人分かれそうだなーっていう味付けです。私はもうちょっと自然な方がいいですね。はい、高速道路やってきましたので、70キロ100キロやっていきたいと思いますね。はいはいというわけで結構速いんじゃないでしょうかと。で今120キロなんですけど、すんごい速いですね、加速までが。ちょっとアクセル抜いてまた再加速したい時も全然パワーは余裕で出てきますということで、すごい走りやすいですね。ただしフロントはちょっとふやふやする、若干接地感がないかなっていうところありますね。これはパワステが結構切り込むからというか、パワステがよく切れるからそう感じる。ちょっと動かすとふにゃふにゃするからそう思うだけなのか、こうなんとなくこう感触としては若干前輪が浮き上がって走ってるような、ウィリーじゃないんですけど、そんな雰囲気で走ってるような感じがあります。で乗り心地なんですけども、ちょっと段差を踏んだ時に大きな動きがありますが、ガツンっていう感じではなくて、うまくいなしてくれてるなと思うっていう乗り心地となっております。あとロードノイズについては、下からの音はすごい静かですね。なんで風切り音がまあまあ気になるというところですかね。なんで前と横からの音がちょっと気になるかなというところです。下からはすごい静かなんで、これよくできてるなと思いますね。ただステアリングにですね、結構ブルブルガタガタした振動が伝わってきます。この辺りはですね、何と言いますか、私が乗ってるフィアット500だとステアリングはピシッとしてて、路面の振動っていうのは全然伝わってこないですね。ブルブルガタガタって伝わってこないけども、ちゃんと接地感とかはある、路面の状態もわかるというステアリングになってて、それが個人的にはかなり好きなので、このシャトルのステアリングは結構ガタガタブルブル震えるので、そこがちょっといかがなものかなというところはあります。ただ120キロ巡航はね、非常にこれは楽だと思いますね。パワーもあるし、ステアリングに手を触れてればあんまり右に左に修正打を加えなくてもまっすぐ走ってくれますし、あとクルーズコントロールもありますので、結構静かと、すごい楽ですね。でただ100キロですね。100キロだと
ちょっと今ここは路面の継ぎはぎが多い、この車線、走行車線多いのと、右に左に継ぎ目があるので、この辺でちょっとガタゴトしてますが、これは100キロに落としてからというよりも路面の状態のせいというところですね。で、ちょっと、なので、100キロだと、若干路面のドタバタを拾うようになったかなというところですね。120キロだとスパンって駆け抜けてたような印象の路面のうねりとか、ちょっと出っ張ったところっていうのを100キロになると、つぶさに拾うかなっていう感じの乗り味になります。ただ直進安定性については変わらずいいので、この辺は走りやすいですね。はい、90キロで走っております。もうこの速度域になると特になんかっていうことはなくて、余裕で走ってくれるので、この辺は全然問題ないかなというところでございます。今回のまとめなんですけれども、こちらの車の欲しい度、今回3点ですが、私の欲しい度は 40% かなというところですね。よくできたハイブリッドシステムを搭載してて、実際速いというところがあります。全後席広くて、荷物もいっぱい乗りますと。で、5ナンバーですというところで非常に良い車だと思うんですけれども、ちょっと乗り心地がですね、ホンダらしいスポーティー感はあるんですけど、ちょっとフィットとかより硬いかなっていうところがあるのと、なんでこの伸ばした前後にビヨーンって伸ばしたから、乗り心地的に少し良くない、フィットほどシャキシャキ感がないっていうのがあるかなというのもあったり、あとハンドリングですね。なんか最初の切り始めが結構スパンって切れちゃうので、その辺が少し感覚と合わないかなっていうところがあるので、ただですね、やっぱ荷物が乗るっていうのは非常にいいと思うので、キャンプとか行きたい、ミニバンやバンとか買うほどでもないっていう人にはこの形はいいのではないでしょうか。上下方向にもたくさん荷物積めるので、この辺はいいのかなと思います。でもみんなこれ買うならミニバンだよっていう人もいいのかな。コンパクトかミニバンかそれが問題だというこのご時世においては中途半端と捉えられてしまうワゴンっていうのは厳しいのかなっていうところがありますね。どっちか際立った方に偏っちゃうのかなっていうところもあってちょっと残念なところもありますが、うまい締めの言葉が見つかりませんが、5人までしか乗りませんっていうので荷物乗せますっていうんであればミニバンより全然こっちの方がいろいろと扱いやすいと思います。なんでそういう方はミニバンではなくてちょっとこういうワゴンタイプっていうのも探してみてもいいかと思います。はい、ということで今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。面白かったらチャンネル登録、高評価いただけますと幸いです。では次の車の動画かガジェットの動画などなどでお会いしましょう。ではさようなら。